おはよう、コリスちゃん。かわいい呼び名だろう。かわいいお前にぴったりだ。あ、春草なら外だ。また例のあれが始まってしまった。ああ、最高だ。なんて素晴らしい毛並み。こうして再び出会えるなんて運命を感じずにはいられない。ずいぶん君のことを探したんだ。今度こそ逃がさないよ。そうだ。ああ、なんて美しい。君は最高のモデルだ。モデル料は鰹節でよかったかい？あ、待って、俺の女神！君、どういうつもり？は？好きじゃないよ、猫なんて。絵の対象としては興味あるけど、生き物としては別に好きじゃない。なんで？ダメ。見たいって言われると見せたくなくなる。豆腐い油揚げがんもどき。来るなー！来るなって言ってんだろ！あっち行け！助けてー！
ちょっとあんた。僕は別に犬が怖かったわけじゃないからね。あんな小さな犬怖いわけないだろ。トラやゾウならともかく、あんな小さな動物なんてへっちゃらだよ。飼い犬にでもしようかと思ってたくらいなんだ。行くな、行かないで。もういいって言ってるんだ。別にどうしても飼いたいってわけじゃなかったからさ。え？あんた、あれを見たの？ねえ、答えなよ。あんた、あのウサギが見えたのかよ。ねえ、何ボケっとしてるのさ。人の話聞いてるわけ？ちょっと！あんた、あれを見たの？ねえ、何してるの？明かりくらいつけなよ。目が悪くなるだろ。何か思い出したの？やだ。は？何言ってるのかよくわからないけど、俺には何も見えない。玉寄りじゃないんだから当然だろ。だからこそ玉寄りと呼ばれて珍重されてるんだけど。って君、そんなことも知らないの？玉寄りと呼ばれる人は、普通の人には見えないものが見える。特に日没から明け方にかけてのおぼろの時だ。もののけは夜になると姿を現すから。昔はあったみたいだけど、最近はあまり聞かない。そもそももののけの数自体が減ってるらしいし。見えるだけなら問題ないんじゃない？なんでそんなこと聞くの？何か見た？そんなわけないか。君がもののけを感知するような繊細な人間だとも思えないし。
いいんじゃない？ずぶとくて。繊細な人だったら今の君みたいな状況なんて耐えられないだろう。だから別にいいんじゃない？何言ってるの？励ましてなんか。違うに決まってるだろ。本当におめでたいよ君って。どういう思考回路してるんだ？はあ、せっかく絵の続きを書こうと思ったのに、もうこんな時間だ。どうしてくれるの？ない。君、今何時だと思ってるの？はあ？ちょっと。テーブルの上に何？へえ、そうなんだ。でもいないけど。君、寝ぼけてただろ。やっぱり寝ぼけてたんだ。さ、君がこの屋敷に来てから俺の生活が乱れる一方なんだけど、居候の俺が君にとやかく言う資格もないけど、できればもう少し静かに生活してくれる？こっちも絵に集中したいんだ。一応忠告したから二度目はないよ。そんなことないよ。元気出して。きっとうまくいくよ。それじゃあ、行ってくるよ。
コリスちゃん、つかぬことを聞くが、もしや春草と何かあったのかい？また春草がお前に無神経なことでも言ったのではないか？部屋に押しかけただと？何の問題もないではないか。むしろ歓迎すべき事案だ。何にせよ、お前が気に病む必要はない。あの男は少々気難しいが、細かいことをいつまでも根に持つような輩ではないよ。縁あって一つ屋根の下で暮らしているのだ。なるべくなら仲良くやれるといいのだがな。お客様はこんなことしないで、本当にのんびりしてくださっていいんですよ。変わったお客様だこと。じゃあ窓拭きをお願いしますね。ただいま。ああ。猫は？猫が。って俺が見えるわけないか。猫がいなくなった。俺の絵の中から猫が逃げ出したんだ。違う。猫が化けの神になったんだ。ああ、君は知らないんだっけ？創作物に魂が宿ると化けの神と呼ばれるもののけになるんだ。特に絵とか彫刻とか小説とか。冗談じゃない。また逃げ出されたら困る。いつも完成間近なところでいなくなるんだ。じっと帰りを待たなきゃいけない俺の身にもなってほしい。化けの神が絵の中に帰ってこなければ、その絵は一生完成しないことになる。また新たに描き直せばいいって話でもないんだ。同じ絵なんて二度と描けない。まあいつかは帰ってくるかもしれないけど、どのみち俺には待ってることしかできない。俺は玉寄りじゃないから見えないものを捕まえることはできないし。
昨日のは君が寝ぼけてたんだろ。だいたいなんで君が見えるの？何？どうしたの？聞こえないけど。ねえ、ちょっと待ちなよ。なんで急に屋敷を飛び出すの？本気？君、本気で捕まえる気？というより、本当に見えてるの？じゃあ君は玉寄りだっていうの？よう、春草とコリスちゃんではないか。大貝さん、もうお帰りですか？うん、今日はたまたま早く上がることができたのだよ。それで本でも借りて帰ろうかと車を降りたところだったのだが。何ですか？いいや、僕はただ我が家の同居人同士が仲睦まじくしているのをとても微笑ましく思っているだけだ。は？こうしてみると実に似合っている。似合いすぎて若干妬ましくなるほどだ。俺と彼女はそういうのではありません。ほら、君も何とか言いなよ。大貝さんに誤解されているだろう。ほう。ではそういうことにしておこうではないか。では僕はお先に失礼するよ。お前たち、仲良しなのは結構だが、帰りはあまり遅くならないように。何を勘違いしているんだ、あの人は。そう、勘違いだろ。俺と君は仲良しなんて間柄じゃない。ただ下宿先が同じってだけの関係だ。正直君のことで大貝さんに余計な気を回されるのは迷惑だ。ああ、いや、謝らなくていい。君を責めているわけじゃなくて、まあ迷惑に思っているのは事実だけど。でも君があの黒猫を探そうと言ってくれたことに関しては礼を言う。俺自身には君みたいに特別な能力はない。だから君の存在を心強いと思ったのは事実だし。ありがとう。何？
俺が礼を言ったらおかしい？一応礼儀くらいはわきまえてるよ。君は俺を何だと思っているの？ふん、それはそうだろ。これまで俺が君にお礼を言いたくなるようなことをしたことがあった？だろ？むしろ一日中迷惑ばかりかけられている。そんな相手に見せる礼儀なんて持ち合わせていないよ。だいたい君は。え？あれはぜんざい売りで。ってちょっと、真面目に人の話聞いてる？甘い香りにいちいち反応するなよ。なんで君はいつも食欲に振り回されるんだ。ったく。もういい。バカバカしくて力が抜けた。君のあまりの能天気さにめまいを覚えただけ。まったく呆れたよ。ほら、ぜんざいが食べたいんだろ。いいよ、買ってやるから。君の顔に書いてあるよ。小腹が空いたからぜんざいをおごれって。調子に乗るなよ。別に君が食べたがっていたから買ってやったわけじゃない。帰り道に腹の虫の大合唱を聞かされたくなかっただけだ。ただそれだけ。本当に。昨夜の猫のことだけど。君が寝ぼけてるんだろうって最初から決めつけてた。ろくに話も聞かなくて悪かった。まあその可能性もあるだろうけどさ。でもなんていうか、俺はもともと君という異分子を歓迎していなかった。騒がしいのは苦手だから、これ以上住人が増えるのは迷惑だったし。つまり俺は君に八つ当たりしたんだ。それで昨日みたいな態度をとってしまった。君は悪くない。大貝さんの言った通り俺の配慮が足りなかった。それだけを一応言っておきたくて。あの猫のこと君は気にしなくていいから。初めてじゃないし、こういうこと。今までにも何度か描いた絵に逃げ出されたことがある。帰ってこなければそれはもう諦めるしか。は。いや、いいって。気持ちはありがたいけど。別に意地悪したわけじゃないけど。じゃあ
もし完成したら見せるよ。君に、一番に見せる。とにかく、早く帰るよ。コリスちゃん、美人コンテストで英文の朗読に挑戦してみないかい？今後の国際化社会に向けて英語の習得は必要不可欠だと僕は思う。審査員たちに先進的な女性だと主張するには最適な題材だ。その題名をすぐに理解したところを見ると、お前には素養があるのだろう。おそらくはどこかで立派な教育を受けていたはずだ。あれ、君は。ああ、そうか。俺は帰ってきて、そのまま。そういう君こそ、どうしてこんな時間まで起きてるの？へえ。随分と熱心だね。だってそうだろ。こんな遅くに大貝さんの部屋で、それも二人きりで勉強するなんて。本当に好きだらけだ。せいぜい気をつければ。Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? そうだ。注文したドレスだが、もうじき仮縫いが終わるらしいので、楽しみにしてくれたまえ。お前の部屋の衣装棚にもドレスがかかっていただろう。あれはいとこが初めて鹿鳴館に行った時に作らせたものなのだ。いかにもお前の寸法とは合わないかもしれないが、
よかったら試しに袖を通してみなさい。できるだけドレスに慣れておいた方がいい。それに、誰かが着てやれば、あのドレスも喜ぶだろうからね。ちょっといい？ふみさんが明日の夕げは何が食べたいかって聞いて。はっ。何なんだ君は。なんて美しい。まるで夜空に君臨する月の女神が舞い降りたかのようだ。今の君の美しさを目の当たりにしたら、ギリシャ神話の女神たちですら嫉妬の炎に狂うだろう。ああ、こうしてはいられない。ちょっとそこで待っていてくれ。すぐに戻る。早く、1秒でも早く君の美しさを紙に留めておかなければ。俺は愚かだ。今の今まで君の唇がこんなに美しい造形をしているとは知らなかった。ねえ、もう少し横に立って。そこだ。いや、もう少し窓際に、そこで止まって。まさにそこだ。月明かりがちょうど君の髪を天の川のようにきらめかせている。もっとそばに寄ってもいいよね。ここからでは遠くて君の姿をちゃんと見ることができないんだ。動かないで。これくらい近寄らないと本当に見えないんだ。綺麗な唇の形をしている。俺は愚かだ。今の今まで君の唇がこんなに美しい造形をしているとは知らなかった。唇だけじゃない。そのまつげも瞳も、ほんの少しだけバラ色に染まった頬も。これでも俺は思わず手を伸ばしてしまいたくなる衝動を必死にこらえているんだ。お世辞だって。バカなことを。君にお世辞を言ったところで何の得になる。わかるだろう。俺が君に対して発する言葉は全て本心だ。美しいものには称賛を惜しまない。それが芸術の対象となり得るのならなおさらだ。ああ、ダメだ。動かないでと言ってるだろう。こんなに近くにいると君の鼓動が伝わってくるようだ。とても早鐘を打っている。
冷静ではない人が最も言いがちなセリフだ。絵描きの観察眼を侮ってはいけない。俺には君の考えていることが手に取るようにわかる。俺に見られてひどく緊張しているんだ。同時に見られることに喜びを感じてもいる。もっとよく見てほしいとすら思っている。君はこのドレス姿を誰に見せたいの？俺だけでは物足りない？笑顔もいいけど、そんな表情も素敵だね。一体俺に何枚描かせる気？いいよ、何枚でも描こうじゃないか。俺の筆によって君は永遠の女神に。何をしているのだ、俊宗。俊宗。ああ、大貝さん。どうしたんですか？はあ、まったく。お前という男は、絵のことになると常軌を逸するな。化けの神にも好かれるわけだ。は？よくわかりませんが、化けの神に好かれるという点なら、大貝さんも同じでは。確かに。そんなことより、なかなか似合うではないか、コリスちゃん。まあ、身の丈が合っていないのは仕方あるまい。お前の体型は西洋寄りだからな。うん。あとは化粧をどうにかすれば完璧だ。はは。これで優勝は間違いなしではないか。なあ、俊宗。はあ。ふん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 
おい、言ってえじゃねえか。何ボケっと座り込んでんだ。あ、なんだお前。じゃなかった。ちょっとあんた、何道端で座り込んでんのさ。まあ怪我はなかったからいいけどさ。あれ、あんたどこかで見たことある顔だね。あ、そうだ、確か鹿鳴館でさ、あの藤田の野郎に絡まれてた子じゃ。ね、そうだろ。へえ、うまいことやったじゃないか。あんたなかなか見どころが。ちょっとお待ちよ。私はね、一度見た顔は絶対に忘れないんだよ。間違えるはずあるもんか。急いでる奴がこんなとこで座り込んでるわけないだろ。ほら、もっとよく顔を見せ。何してるの？誰？失礼な書生君だね。あんたこそ誰なのさ。彼女の知人だけど。ごめん、待ち合わせに遅れて。そう、ならよかった。それより、この子に何か用ですか？俺たち急いでるんですが。まあ、いっか。邪魔して悪かったね。若夫婦のお二人さん。は？俺は道端で座り込んでるやつとよくよく縁があるよな。何間抜けた顔してるの？銀座で夜遊びなんていい身分だねって言ってるんだけど。猫？信じられない。猫を追って神田から銀座まで。引けばいいだろう。誰に頼まれてるわけでもないんだし。あのさ、もし次に何かあったら俺を呼んで。夜に一人で出歩くの危ないだろ。俺も一緒に行くから。勘違いするなよ。君の身にもしも何かあったら、俺が鴎外さんに怒られる。それがただ面倒なだけ。なるほどって、本当に分かってる？何？言いたいことでもあるの？今度銀座で
東京美術学校の先生方と展覧会を開くんだ。今日はその下見。まあそうだけど。え？さあ、猫だから鰹節とかじゃないの？ねえ、なんで君そんなに一生懸命なの？どうしてそこまでしてくれるの？君が描いた絵でもないのに。どうして急に黙るの？どうも。わかった。もうわかったから。夜も遅いし、そろそろ帰るよ。ほら、行くよ。おやおやおや、随分と遅い帰りではないか、二人とも。すみませんでした。街でばったり彼女に会って、俺がこんな時間まで引き止めてしまったんです。ご心配おかけしました。ほう、あの俊相が夜中まで女性を引っ張り回すようになるとはな。結構なことだと褒めてやりたいところだが、彼女は僕のフィアンセだ。分かっているね、俊相。はい。うん、分かっているならいい。では、コリスちゃん。これからの時間は僕と過ごしてもらうよ。お前には手取り足取り教えなければならないことがたくさんあるのだからね。早速僕の部屋に行こうか。今夜のプライベートレッスンは長くなりそうだ。どうしたんだい、俊相。いえ。